鹿児島県にある世界遺産の島、屋久島。毎年3月からは新緑の美しいシーズンです。日本の九州地方最高峰、それが屋久島の宮之浦岳。ここは登山初心者でも登頂可能で有名です。シンガポールのアイラが行った日は山小屋に約20人、全員がガイドなしの個人登山でした。一人で来ていた女性は多分3人。アイラは日本のリーズナブルブティックワークマンで買った服と靴を装備。合計7000円以下で準備ができました。案内板は約30分ごとの位置に用意されているので道の不安も少ないです。主なコースは2つ。1つ、前日山小屋で1泊し翌日登頂して下山。2つ、朝5時に淀川登山口を出発し日帰り下山。この日は外国人観光客が日帰りの B コースで来ていました。荷物も少なく楽なのは淀川登山道からの日帰りです。この動画全体は A の山小屋ルートです。この道は淀川登山口近くで車を駐車し下車する前までのものです。シャトルバスで行く人はバス停で下車してから登山口を目指して約1時間半登ります。夕方4時半頃には山小屋に到着します。初めて屋久島へ来た外国人もここを訪れます。せっかくなので九州最高峰まで登ってください。山小屋からは休憩を入れて片道4時間半の距離。この時の外国人男性は3時間で登ってました。一人で楽しむこともできますが、みんなで楽しむ共通の思い出も良いものです。周囲の島と最高標高比較。屋久島はトカラ列島で最も高い中之島の2倍以上の高さですね。トカラには外国人も住んでいます。トカラへは鹿児島県本土の港からフェリーで行くことができるので、次回はそちらもお越しください。この動画は有人島の漫画マハラ島に登場する島の現実映像紹介です。屋久島はトカラの主人公たちの在籍するオルタナティブスクールがある設定になっています。約2年で460島を訪ねた日本人は多分僕だけです。しかもシンガポールから行ってます。それぞれの島が自然と共存して作り上げられた風景や民族、それらを漫画を通じて後世へ残す資料、それがマハラ島です。ところでこの宮之浦岳ですが、日本で障害者認定されている僕でも登れました。ただ介助者が必要でした。この時は僕の親しい友人がそれを担ってくれたことで登頂できました。山歩きのアプリもなしで一人で来た外国人男性もいますが、彼は寒い日でも山頂で上半身裸になっていたので、エネルギーあふれる火球のような稀有な人物かもしれません。トイレには灰がたくさんいました。高確率で体に灰が体当たりしてきます。これを避けたい人は、登山道入り口のトイレを済ませるか、携帯型トイレを持参してください。トイレに照明はありません。片手でスマホを持ってのトイレ使用は難易度高そうです。山小屋にも照明はないので各自持参です。19時にはほぼ全員が就寝開始でした。朝4時には他の登山者がビニール袋1時間ぐらい動かしていて、その音で全く眠れなくなりました。あと彼らのヘッドライトが反対側にいる僕まで眩しくて強制的に起こされました。ちなみに米軍が使っている耳栓を使っても僕にはこれらの音が聞こえました。他の登山者は静かに支度をしていました。ちなみに1日目は大雨警報でした。夜中は大雨。ベストシーズンにもかかわらず天気予報の影響で普段の半分程度の利用者。そのため皆さん2人分のスペースを利用してました。普段は満員になり、定員オーバーの人は外でテントを張ることになります。ちなみにこの山小屋にもネズミがいるようですが、荷物は無事でした。僕と友人は顔も寝袋で包んで寝ました。高齢者男性2名は朝5時に出発しました。この時間帯はヘッドライト装着が必須です。朝6時はこのくらいの明るさです。この時間帯の出発者が最も多かったです。改めてこの山小屋から山頂まで片道約4時間。僕らはまたここに戻ってくるルートです。僕ら以外は別ルートで下山していきました。
看板を連続で映します。僕らは撮影しながらでやや遅いペースでした。実際は10分程度の間隔で設置されていたかもしれません。この看板の場所ではランチを食べる人もいます。この時は小雨だったので、次の広い場所まで僕らは移動しました。次の場所に着いたのは約2時間後でした。山の天気は変わりやすいとよく言います。この日は10時頃まで雨が続き、11時過ぎから晴れました。僕らがゴールに到着したのは10時半頃。下山を始めてから青空になりました。この動画で青空の景色を見たい人は10分頃へ早送りしてください。ロープを使った道や雨の日の登山路を確認したい人はこのままどうぞ。鳥っていうところが砂利だからそこだけ気をつけて。了解。靴の高さが4センチメートルの登山靴で行きました。水たまりが多かったですが、4センチメートルで深さは対応できました。大雨警報の翌日で4センチメートルで足りるか、毎回の保証はありませんが、靴選びの参考にしてみてください。今回動物には遭遇しませんでした。朝の時間帯は下山してくる人たちもまだいなかったです。ちなみに飲料可能な場所は淀川の小屋から約3時間の場所です。今回水のペットボトルを2本持参しましたが、僕は1本も飲みきりませんでした。涼しい時期だったら1本持参で十分だったかもしれません。僕の友人がキャンディーを持参してくれました。キャンディーは普段食べることがなかったのですが、移動しながら長時間水分補給ができる素晴らしさを今回身をもって体験しました。キャンディーは1袋持参が良さそうに思いました。雪の登り道で一番きつかったのは序盤の1時間でした。山側を出発した直後は急な角度の山道が長く続きました。そこを乗り越えた後はロープや岩を登ったりする程度です。あとは山頂付近でしばらく急な道が続きますが、序盤ほどのきつさではありません。僕は普段家では引きこもり2週間生活とかやってて、筋トレもゼロです。一日中体育座りで椅子に座っているから膝と腰も良くないはず。僕の友人が僕の荷物も担いで登山してくれていて大変恐縮でした。登山経験ほぼゼロの僕一人だったらペース配分も誤っていただろうなと思います。途中怪我をしている女性がいました。彼女は滑ったそうです。大阪に住んでいる僕の友人にキャラが似ているなと思ってたら、その彼女も大阪民でした。なるほど。この岩まで来たら山頂はあと30分以内です。このような高い場所にこのような丸い岩が縦にそびえていて不思議な場所です。宮之浦岳を雪の日に登山するつわものたちがいます。ここまでの道が雪で覆われていたら、目印があっても難易度がかなり高まります。とにかく岩や枝で足元は全く平坦でもない。山頂です。僕は淡々と喋るので感動が塩味かもしれませんが、一応ゴールです。ここに日帰りできた外国人男性と少し話しました。彼は日本語は話せませんが、ここまでの目印だけでたどり着けたとのこと。彼は英語を話す欧州の人です。彼はホテルでレンタカーを昨晩借りて、朝4時にホテルを出発。朝5時には淀川登山口に到着。そこから2時間でここにたどり着いたつわものです。彼は昨日白谷雲水峡に行ってきたそうです。彼はここで上半身裸になり自撮りしてました。1枚撮影の手助けをしました。
強風の場所で寒かったんですけれども、彼がお元気そうで何よりです。だいぶ晴れました。青と緑のコントラストが美しいです。今回荷物の軽量化対策で宮之浦にあるスーパーで駄菓子を購入し持参しました。先ほどの男性には登頂記念でうまい棒を1本贈呈しました。これは日本で大人気のベストセラーなんだよって説明したけど、欧州の人がうまい棒を好むのか未知数。この動画を見ている人が外国人でしたら、日本のスーパーで買ってみてください。1本20円以内です。リーズナブルなのに美味しいです。フレーバーも多様です。この後はただ下山するだけです。この動画は4月のゴールデンウィーク前に撮影しました。屋久島に来ていた外国人女性が、ゴールデンウィークは値段が高いからそれより前に来たと言ってました。僕もそうです。ゴールデンウィークは山小屋も混みますし、旅費も高くなりがち。ゴールデンウィークは引きこもり集中期間。新緑と紅葉、好みも個々人によりますし、11月には登山口へのバスがなくなるのと、1、2月はオフシーズンで長期休みに入る宿や店もあります。僕は今回屋久島は来る予定がなかったのですが、結局来ることになってしまいました。なんだかんだ毎年来ている不思議な島、屋久島。漫画を描くきっかけはそもそもこの島です。ある神社で人の住んでる場所や故郷について漫画描けって言われて、それで100島行きましたけど足りなくて、結局今260島行きました。こたつ記事、こたつ漫画は僕はやりたくないですね。屋久島の教育委員会と各小学校、宿泊施設、声援統合ほか漫画取材にご協力いただいた屋久島の皆様、誠にありがとうございます。学校内部や校庭など風景を描くのは一つ5時間はかかるので、気長に見守ってください。すいません。あとは車で地上階に戻ります。音声はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。